今日は茶碗蒸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、茶碗蒸しを作っていきたいと思います。具材もシンプルでね、一番ベーシックな茶碗蒸しなんですが、今回はですね、電子レンジを使って作る方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、白だし、かまぼこ、椎茸、むきエビ、三つ葉。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は M サイズの卵を使用していきます。こちらは L サイズを使っていただいても OK です。そして味付けなんですが、手軽に白だしを使います。今回私が使用しているのがヤマキの白だしになります。メーカーさんによって味の濃さが変わってきますので、こちらの量は大さじ1杯から2杯ぐらいでお好みで調整してください。そしてその他の具材ですね。ベーシックにかまぼこ、椎茸、むきエビ、そしてあとは三つ葉ですね。こちらの材料で作っていきます。あとはね、ここに鶏肉だったり銀杏を入れていただいても OK です。こちらはお好みでやってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに具材の準備をします。最初にね、椎茸から切っていきます。こちらは軸を切り落として、そしてだいたいね、1センチ幅ぐらいでスライスしてください。椎茸はこれで OK です。続いてこちらむきエビですね。今回はね、手軽にボイルしてあるむきエビを使います。生のね、むきエビを使っていただいても OK です。続いてかまぼこですね。今回私がね、買ったかまぼこはちょっと小さめのね、サイズになります。ちょっとこれしか売ってなかったので小さめなんですが、普通のサイズのかまぼこを使っていただいて問題ないです。そしたらこちらもだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。4枚ぐらいね、切っておこうかな。入れる枚数もね、お好みで OK です。あとはね、板から剥がしましょう。かまぼこはこれで OK です。お好みでね、飾りかまぼこなどにしていただいてもいいかなと思います。続いて三つ葉ですね。こちら茎の部分を2センチぐらいまず残します。葉の部分には2センチほど残してください。で、残り茎の部分はだいたい2センチ幅ぐらいで切っていきましょう。三つ葉はこれで OK です。そしたらね、具材をまず半分だけね、茶碗蒸しの中に入れます。はい、こんな感じ。適当に入れてください。それでは続いて卵液を作ります。まずボウルに卵を割り入れます。そして溶きほぐしましょう。で、溶きほぐしたらここにお水とあとは白だしを加えます。この白だしはね、めんつゆで代用していただいても OK です。めんつゆの場合はちょっとね、色味づくんですが、味は美味しく仕上がります。そしたらよく混ぜましょう。卵に関しましては常温に戻してから使うようにしてください。お水もですね、キンキンに冷えた冷水ではなくて常温のお水を使っていただいた方がいいかなと思います。その方がね、火の通りが良くなります。はい、 OK です。しっかり混ぜましょう。そしたら続いて先ほどのね、茶碗蒸しの容器を用意してください。今回は 200ml の茶碗蒸し容器を使っていきます。そうしましたら茶こしでこしながら生地を加えていきます。はい、このように入れてください。そしてもう一個も同じように入れていきます。はい、このように入れてください。そしたら続いてここに三つ葉の茎の部分を入れます。あとは葉の部分もね、入れましょう。そしたらね、このような耐熱容器もしくは耐熱性のタッパーを用意してください。ここにキッチンペーパーをね、このように折っていただいて2枚に折って敷きます。だいたい2枚くらい重ねて、そしてこれを半分に折って敷いてください。そしてここに茶碗蒸しの容器を置きます。ここにだいたいね、茶碗蒸しの3分の1から半分ぐらいまでお湯を注ぎ入れます。お湯を注いだらふんわりラップをします。表面にね、くっつかないようにラップをしてください。1箇所ね、空気の出入り口を作っておきましょう。そうしましたらこちらをまず電子レンジ 600W で1分30秒加熱してください。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ラップを外して、こうやって見るとね、まだ全然固まってない状態です。なんですけれども、こちら一度に加熱するとね、巣ができやすいので、数回に分けて加熱してください。そうしましたらこちらをもう一度電子レンジ 600W で1分加熱します。
はい、1分加熱しました。またラップを外します。で、これでもう一度傾けてください。で、まだね、このように生地が流れ出てくる状態です。1分半加熱して、今度は1分加熱したら、あとは30秒ずつ様子を見ながら加熱していきます。では、加熱します。はい、今ねトータルで30秒ずつ加熱して、それを4回繰り返して追加で2分加熱した状態です。なのでトータルで4分30秒加熱してます。そしたらラップを外してください。これでね容器を傾けた時に生の生地がね流れ出てこなければ OK です。最後仕上げに彩りにかまぼこと、あとはエビものせたいと思います。これで最後もう一度ですね、具材をのせたらもう一度ラップをして、こちらを電子レンジ 600W で15秒加熱してください。はい、加熱が終わりました。これで茶碗蒸しの完成です。このトッピングとかはね、お好みでやってみてください。で、ちなみにね、今回は 600W の電子レンジで加熱してますが、お使いの電子レンジが 500W の場合は、プラス10秒から15秒ほど加熱してみてください。あるいは 700W の場合は、マイナス10秒から15秒ほど加熱してみてください。ただ、こちらはですね、使う容器の厚みだったり、あとは材質で適正な加熱時間が変わる場合があります。なので心配な場合はマイナス10秒ずつね加熱していただくといいかなと思います。今回ですねこのように湯煎に当てながらね加熱してるんですけれども、茶碗蒸しをお湯に浸しながら加熱していただくことで酢が入りにくくなってとても綺麗な茶碗蒸しに仕上がります。はい、これで茶碗蒸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうに仕上がってます。酢も入らずとてもプルップルな食感に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルップルです。いただきます。食感が滑らかでもうプルップルです。すごく美味しいです。椎茸のね旨味も出ててすごく美味しいです。滑らか。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の茶碗蒸しのポイントです。まず味付けに関しましては今回白だしを使ってます。こちらはですね、お好みでめんつゆを使っていただいても OK です。白だしもめんつゆも両方なんですが、メーカーさんによってね、味の濃さが変わりますので、量はお好みで調整してください。そして具材に関しましては今回椎茸、かまぼこ、三つ葉、そしてむきエビ、こちらの4種類入れてます。こちらの具材はお好みのもので作ってみてください。そして卵液を入れる時なんですが、卵液は必ずこして加えるようにしてください。そうすることでとても滑らかな食感に仕上がります。そして今回はですね、電子レンジで加熱する方法をご紹介しました。電子レンジで作るとね、ボソボソっとした食感になりやすいんですが、少しずつ加熱していただくことでとても滑らかな食感に仕上げることができます。さらに今回みたいにですね、容器ごとお湯に入れて、そして一緒に加熱していただくことでゆっくり熱が伝わるので、ボソボソ食感になりにくくなります。今回はね、透明ガラスの耐熱容器を使ったんですが、100円ショップとかに売っている耐熱性のタッパーを使っていただいても OK です。そしてね、キッチンペーパーを1枚敷いたんですが、こちらもですね、敷いていただくとゆっくり熱が伝わるので、ボソボソっとした食感になりにくくなります。そして加熱時間に関してなんですが、今回1分30秒加熱して、その後1分間加熱して、あとは30秒ずつ加熱して仕上げました。トータルで4分30秒加熱してるんですが、こちらの加熱時間はですね、使う容器の材質や厚み、あとは生地の温度でも適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでこちらはですね、様子を見ながら調整していただけたらと思います。一度に加熱してしまうとボソボソっとした食感になってしまいますので注意していただけたらと思います。今回私はですね、600W の電子レンジを使って加熱したんですが、500W を使う場合はプラス10秒から15秒、700W を使う場合はマイナス10秒から15秒を目安に加熱していただけたらと思います。ちなみに加熱する時に入れたお湯なんですが、だいたい80度前後ぐらいですね。そのぐらいのお湯を使っていただくといいかなと思います。出来上がりの目安なんですが、やけどしないように容器を傾けて生の生地が出てこなければ OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は茶碗蒸しを作りました。
私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。